ナスダック銘柄に投資している方、パウエル議長解任のニュースに驚いたかもしれません。しかし市場は技術株主シルベで全体的に上昇しています。特にテスラは新チップの発表で約 8% の急騰となりました。4月16日の米国株市場の最新動向をお伝えします。私は US テックナビです。今日の相場を理解する鍵は3つです。1つ目はハイテク株の急進、2つ目は FRB 議長解任の警告、3つ目は量子関連銘柄の上昇です。あなたの資産にも影響するニュースを順番に解説していきます。まずは本日大きく上昇したテスラです。テスラは新しい半導体チップを発表し、株価が約 8% 上昇して391ドル台となりました。出来高も1億1000万株を超えており、投資家 SNS でも話題を集めています。続いてマイクロソフトです。こちらも約 5% 上昇し411ドル台となりました。ソフトウェア株全体の決算に対する投資家の期待感が高まっていることが背景です。また NVIDIA も約 1% 上昇しました。同社が発表した量子コンピュータ向けの新しい AI モデルが市場で交換されており、量子銘柄の上昇にもつながっています。次に主要指数とセクターの動向です。 S&P500 は初めて7000ポイントを突破し、ナスダックも過去最高値を更新しています。セクター別に見ると、一般消費財 ETF の XLI とテクノロジーセクターが相場を牽引しました。イラン情勢への懸念が和らいだことでリスクオンの姿勢が強まっています。一方で本財 ETF の XLI は約 2% の下落となりました。ボンバルディアなどの製造業銘柄が原材料の関税引き上げを懸念して売られました。続いて決算シーズン注目のサプライズ銘柄です。本日は量子コンピュータ関連が大きく動きました。IonQ は国防総省の機関との契約と技術的な進展を発表したことで株価は約 21% の上昇を見せました。また D-Wave、カンタムも約 23% 上昇しました。 NVIDIA の新ツール発表が追い風となり、量子関連セクター全体に資金が流入しています。続いてマクロ経済の重要ニュースです。トランプ大統領がパウエル FRB 議長に対し辞任しなければ解任すると改めて警告しました。インデックス投資をしている方にとって FRB の独立性や利下げ時期の見通しはポートフォリオに直結する重要な要素となります。また3月の卸売物価指数が発表されました。前月比プラス 0.5% と予想を下回りましたが、エネルギー価格の高騰によるインフレ懸念が依然として市場に残る結果となっています。次に本日取引が活発だった注目銘柄です。スナップは AI を活用した人員削減を発表し約 8% の上昇を記録しました。5億ドル規模のコスト削減を目指しており、収益性の改善が期待されています。それでは最後に明日の展望です。 AI の膨大なデータ分析によるとソフトウェア関連への資金流入が今後も継続する見込みです。特に明日決算発表を控える Netflix に注目です。本日のレポートは以上です。この動画は特定の銘柄の売買を推奨するものではありません。投資の最終判断はご自身の責任でお願いいたします。 US テックナビでは毎朝米国市場の最新動向を4分でお届けしています。見逃したくない方はチャンネル登録と通知オンをお願いします。それではまた明日。